Godin, Godin.
皆さん、こんばんは。今回は、ユーラセンの塔、ゼクロムレシラムに関連する古代の遺跡で、ブラックホワイト1ではここから伝説のポケモンが表舞台に出てきてストーリーが加速する。やはり、一種を語る上で外せない場所でしょう。その伝説のポケモンが出てきそうな、神秘的な空間を作る。それがこのユーラセンの塔を再現する上で、注意したい点なのですが、そもそも、どうなってんだこの塔。内部はいいんです。実際に本家で見て回ればいいから。小部屋が複数あって、最後は上に向かって階段が伸びているフロアが続く。なので、とりあえず本家を見ながらその小部屋なんかを作っていくだけ。しかし、問題は、塔の外観。今作っている小部屋が、どんな感じで塔になっているのか、外観がわからない。本家では入り口部分しかわからないし、いつも参考にしているこの公式イラストは、いやー、こんな露骨に隠す必要あるかい？バトルタワーみたいに何階まであるんだってタワーでもないのに。ともかく、これじゃあ塔の周囲が湖ってことしかわからない。というわけで、他にも色々とちょっと情報を集めたのですが、ゲーム中ではユーラセンの塔の全体像がわかるような資料がないんです。じゃあ完全に妄想で、と思いましたが塔という目立つ建築で、かつ、神秘的な場所で適当に済ますわけにはいかない場所。そこで、これはもうしょうがない。ゲームがダメなら他のもの。アニメを参考にしました。アニメポケットモンスターベストイッシュでは、後半でユーラセンの塔に向かうらしいのです。で、そのアニメでのユーラセンの塔を参考にしました。ただ、まあ、お許しくれっぴー。そもそもポケモンはゲーム以外ほとんどタッチしたことがなく、アニメの知識が全くないので、これ以上のことはわかりません。とりあえず、ユーラセンの外観のイメージ。そう、イメージの参考元、ということでアニメを採用したということです。じゃあこのマイクラ一種のユーラセンの塔はどうするかというと、ここまで塔内部の小部屋を作り、これで4部屋目が完成。その小部屋を、すべて一本の大きな塔に組み入れる、のではなく、それぞれ、小さな別々の塔に分けます。小部屋が4つだから、塔も4本できるわけですね。で、その小さな塔の間は、連絡通路、渡り廊下みたいなもので繋げて、最後、今作っている、中央に大きな柱があるフロア。この中央の柱、どうもこの次のフロアにも中央に柱があることから考えれば、同じ柱。つまり、この先は別々の塔じゃなくて、一つの大きな塔の下層、上層という関係だと考えられるので、ここから、ぐるぐる回るフロアと次のこのフロア。そして最上階、これは大きな塔に全てまとめて作る。こうすることによって、アニメユーラセンの塔の円形。大きな塔が一つ伸びて、その周囲に小さな塔が並んでいる。この風景に近づけることができるんじゃないかと。そうそう、その塔自体も、この大きなメインの塔は特に悩んで、基本的にはシンプルに、円柱作って、ところどころに窓ということで穴開けりゃいいやってことを考えていたのですが、この大きな塔、その最上階、つまりここですね。実際に登るとわかるのですが、正面、空というか、外、が見えるわけです。これはつまり、塔の一部に穴が開いているのか、それとも、天井が丸々なくなって外壁の一部が崩れているのか。これがわからなかったので、ここの校舎、外壁もろとも、天井を取っ払いました。結果、メインの塔は崩壊仕掛けのような、このような外観になりました。
アニメのユーラ線の塔は普通に天井あるんだけど。まあ、あくまでイメージ元だからね、イメージ元。天井塞いでおきたかったら皆さんで塞いでおいてください。ともかく、これでメインの塔が完成し、残りの周囲の小さな塔。ここは先ほどお話しした通り、円柱に窓作るだけでおしまい。メインの塔より高くならない程度で適当に伸ばして。適当と言っても、これ、結構高いんですよ。以前作成した吹き寄せ式の北、タワーオブヘブン。あれ、周囲の地形からすると結構でかい、高いものを作った気がしていて、だいたい全長45ブロックでした。一方、このユーラ線のメインの塔は、130ブロック。まあ、3倍の高さです。気づいたら結構高くなっちゃったんだね。ただそれだけ大きいものを作ると、もう少しどうにかしたくなっちゃって。とりあえずもう一つ塔を建てました。部屋もなんもない。ただ、塔が立ち並ぶ風景を強調するためだけですが、まあ、悪くないんじゃないかな。これ以上塔を生やしたらさすがにしつこいと思い、ユーラ線の塔自体は、これで完成。あとは周囲の地形を整えて湖を広げて、湖もそこそこに広げようと思ったのですが、石化湿原が近くにあったり、もう疲れちゃって。さらあと、湖や木々で仕上げをして、とうとうできた、ユーラ線の塔がこちらです。ということで、ユーラ線の塔でした。いやー、大変だった。前回のジャイアントホールも大変でしたが、比べ物にならない。ただ円柱作っただけじゃん。って個人的にも思っていたんですが、これを作るのに、18時間分の録画映像が残ってました。クリエイティブでこれだけの時間だから、サバイバルならどっかの山と同じくらいの時間がかかっていた。それぐらい、なかなかの作業量でした。塵も積もれば塔となる。それだけの時間がかかったわけですが、その分、ユーラ線の塔の雰囲気。伝説のポケモンがいてもおかしくない、なんかすごそうな場所。そんな雰囲気ある場所になったかな？さて、これで一種を語る上で外せない二つの場所。西のユーラ線、東のジャイアントホール。これらができたことで、いよいよこの地図も一種らしさが出てきたんじゃないかな？というか、もう北の方はフィナーレを迎える場所周辺以外全て作ったんだ。いよいよ終わりが見えてきて、嬉しいけど、ちょっと、物悲しい気持ちになってきました。しかし、まだフィナーレには行けません。橋、と、その先を作らないといけないし。その前に次回は、地の底に向かう大穴、空に向かう古代の塔の次は、空を飛ぶ未来の船、プラズマフリゲート。ここは、とりあえず船を作るだけかな？ごめんなさい、当初作成する予定はなくて、あまり考えていませんでした。ただ、ブラックホワイト2ではこれは一種を語る上では外せない場所、いや、乗り物？なので、とりあえず、どうにか作ろうと見切り発車で発信させたいと思いますので、また次回、よろしくお願いします。